どうも皆さん、明けましておめでとうございます。動画の更新が大変遅くなりました。実はヘッドライトがついていないことを最近気づきまして、前回の動画でモンキーと一緒に走った動画なんですが、改めて動画を見てみると、今更ながらライトがついていないことに気づきました。映像を見てみると、ハイビームの点灯ランプがついているんですが、ライトはついていないことがわかります。このハーレー・ダビッドソン、ライトが点灯していてもそれほど明るくはありません。まさかライトが切れているとは思いませんでした。今考えるととても恐ろしいですね。バイクを走らせる前に透過類の確認をしなくてはいけないと、教習所で習ったことを今更ながらに思い出しました。まずは家に帰ってヘッドライトを分解したところ、カプラの部分が写真のように溶けていました。写真をご覧ください。以前 USB 電源を取り付けた動画があったと思うんですけども、その USB 電源を取り付けるためにヘッドライトを分解したことがありました。今思えばこの時の組み付け方が悪かったんじゃないかなと思います。溶けてしまったこの H4 バルブのこのカプラ、もう使えません。さてどうしたものか。ここから僕はいろいろと考えました。まずはヘッドライトごと交換するという方法。このヘッドライト、いろいろと調べていくと、吊り下げタイプ、そしてボトムマウントの2種類があることが分かりました。どうせヘッドライトを変えるんだったら、もっと明るい LED タイプのものにしようと、どんどん欲求が高まっていき、しかも金額がどんどん上がっていくという始末。それにヘッドライトを購入しても車検が通らなかったという悲惨な結果になることを恐れてヘッドライトの購入を諦めました。続いての案がカプラを取り替えるだけのつまらない方法。要するに溶けてしまったカプラをただ取り替えるだけの方法ですね。実につまらない。ということもあってさらに調べてみると、ヘッドライトの常時点灯をオンオフ切り替えることができるハーネスを見つけることができました。こちらはハーレー専用パーツとして売られているもの、金額もそこそこ高いです。もう少し安いものはないかとさらに調べてみました。そこで見つけたのがこちらの商品、 H4SW ヘッドライト消灯スイッチとなるものを見つけました。先ほどの商品よりは約2000円ほど安いです。ただ送料が800円と結構高いです。さらに調べていくともっと安いものがございます。こちらの商品、デイトナのヘッドライトオンオフ物理的のスイッチになります。品番は91107。価格はさらに安いです。こちら送料込みで2900円とかなりお買い得。結局のところかなり迷ったんですが、最終的に選んだのがこちらのハーネスになります。H4SW ヘッドライト消灯スイッチ。こちらを購入しました。たかがハーネスで4000円以上、そして送料800円とかなり高額だったんですけども、やむを得ず購入しました。チャンネル登録。こちらのハーネスキット、実際に機能するかどうかは分かりません。あまりにも事例が少ないためか、ネットに調べても出てこないんです。だから僕が自分でやるしかありません。H4 バルブが取り付けれるかどうか、まずははめてみます。少し硬いですけども、なんとかはまりました。どんなに力を入れても根元まで入り込むといった感じではないです。とりあえず硬いのは想定内。問題はここからです。まずはこのバカでかいユニットとカプラがこのヘッドライトの中に収まるかどうかシミュレーションしていきます。その理由としてこの商品のレビューがこちら。取り付け自体は簡単で問題ないのですが、スポーツスターのヘッドライトのスペースが少なくて、私は配線カプラをばらして取り付けしましたという意見があったからです。まあ僕の場合、カプラが溶けているんで、このカプラを流用するつもりは毛頭ございません。この溶けてしまったカプラをぶった切ってギボシに取り替えていきたいと思います。この電線をぶった切ってしまうと、この純正のカプラには二度と戻れません。まあ戻るつもりはないんですけども、はい、思い切って切断しました。問題はこの黒の配線です。一つの端子に2本の電線が圧着されていました。ですので僕も同じように一つのギボシに2本の電線を圧着しないといけません。かなりの難易度があると思います。その他に用意したものがこちら、A 門のギボシセットですね。
こういったギボシセットは一家に一つあった方がいいのかもしれません。とにかく出ている電線も短い、ヘッドライトの中のスペースも小さい、工具が入らない、最悪な状況での作業となりました。特にこの2本の電線にスリーブを通す作業が大変でした。ダメだ。ご覧いただいたように圧着が甘いとスリーブを通す時に引っかかって取れてしまうことがあります。非常にショックでした。諦めの悪い僕は再度チャレンジします。今度はフルパワーで圧着を試みます。やはり2本の電線はかなり太いので、このようにスリーブを通すのにもかなりの悪戦苦闘。なんとか力技でスリーブを通すことができました。どうでしょうか。2本の電線を1本のギボシにかしめてみました。その他の電線も同じようにギボシを取り付けていきます。かしめが弱かった。飲み込みが悪いのか、同じような失敗を繰り返します。2つ目。とにかく映像をご覧いただくと、この透明のスリーブをギボシの上にスライドさせないといけません。このようにですね。これが結構大変でした。ここまでの所要時間およそ40分弱。なかなかスムーズに作業が進んでいるんではないでしょうか。黄色と3本できました。あまりにも外での作業が過酷困難極まりなかったので、家での作業に移ります。寒さの影響もあって指先も結構痛くなってきました。取り付ける時に配線を間違えないように写メしておきました。オスのカブラをぶった切ります。これを間違えると最悪です。結構力のいる作業のため、三脚ごとカメラをぶっ飛ばしそうになりました。何度も何度もカメラをぶっ飛ばしそうになりました。焦って作業をするとスリーブを通し忘れることがあります。圧着に慣れてくると、いかにきれいに仕上げることができるかという競技に変わりがちです。今回の自己評価点は85点。割と満足しています。いよいよ緊張の瞬間。バイクの電線と購入したハーネスを結合していきます。結合？配線を間違えてしまわないように、先ほど撮影した画像を見ながら接続していく必要があります。とりあえず終わりと。いよいよ緊張の瞬間です。お願いします。果たして無事に機能するのか、点灯するのか。ついた。本当に素人作業なんだけども、無事に成功してうまく取り付けることができるとめちゃくちゃ嬉しいですね。それではヘッドライトを取り付けてもう一度動作確認をしていきましょう。電源オン、ヘッドライトオフ、ハイビームオン、ヘッドライトオン。常時点灯していたヘッドライト。このヘッドライトの切り替えを表に出したくない方は非常におすすめではないかと思います。何気なくバイクのヘッドライト常時点灯について調べてみたところ、皆さんご存知でしたか？なぜバイクにはオンオフのスイッチがないのか。1998年4月1日の道路運送車両法の改正により、これ以降に生産されるバイクは構造的に常時点灯するよう義務付けられているんです。つまり1998年4月1日以降に生産されたバイクはヘッドライトの常時点灯が義務化であるため、スイッチの必要性がないんです。もしも改正後に生産されたバイクにヘッドライトのオンオフ機能を取り付けると、道路交通法の保安基準を満たすことができないため、車検が通らなくなるほか、不正改造車とみなされてしまい、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
この衝撃の事実を知り、僕は速やかに Amazon で木島のバイクパーツ変換ハーネス H4 バルブカプラーを購入しました。最初からこれを買っておけばよかったと後悔しました。たまたま調べた結果がまさかこんな結末を生むとは思いもよりませんでした。知らなかったとはいえ、不正改造車にカスタムしてしまいました。自分がバカでした。しかし、ここに記載されている平成10年4月1日以降製作車両には保安基準に抵触するため使用できない旨を記載して販売しているはずですと書いてありますが、僕の購入したサイトには一切そのようなことは記載してありませんでした。このように不正改造に該当するようなパーツが平気で販売されているのを見ると怖くなりました。皆さんもお気をつけください。コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。